こっちの回っていうのは、楽しい、嬉しい、やってるのがもう幸せだみたいな感じですね。その有能感と、今言った関係性、この2つを満たせるんでね、人の思考に残り続ける言葉っていうのはやっぱり説得力ありますよね。ああ、全然やる気起きねえ。どうしよう。どうも、マインドオーガナイザーのクーです。多くの人はやる気をガソリンのように考えております。もう使ったら減るから補充しないとみたいなね。でも、もしそのやる気を出そうとすればするほど、むしろ逆に消えていくとしたら、もしあなたがやりたいことがあるのに全然モチベーションが上がらない、やる気が起きないっていう状態であるならば、それはあなたのせいではなくて、そのやる気を奪ってる悪い習慣を知らないうちに行ってるかもしれないですね。で、今回の動画のテーマですね。今回の動画は、あなたのやる気を奪う危険な習慣ワースト4ということで、こうじゃないんかいっていうどうでもいいか。これから語るのは、やる気とかモチベーションの低下に関わる、数多くの研究とか、実験結果ですね。の中から、最適なもの、悪い習慣とか行動ですね。を、4つ厳選して、紹介していこうと思います。いや、こういうランキング形式いいよな。やりやすいよな。某有名なメンタリストの方のちょっと企画をパクってるんですけどぶっちゃけね、おやと思った方も実はいるんじゃないですかね。よくあの方はトップ5とかやってますね。そのままやったらちょっと面白くないんで、トップ4で数ちょっと減らしただけみたいなね。はい。で、やっていきます。はい。正直にね。ノウハウだけをポンポンポンと、しかもランキングっていうことで、比べるから、なんていうか、効果の質というか、そういうのも分析とか検証とかできるんで、より実用的な知識を紹介できるんじゃないかなっていう感じで、結構やりやすいですね。撮ってて楽しいですね。それではね、前置きは置いといて、これからあなたのやる気を奪う危険な習慣ワースト4を、紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。特にね、ワースト1はね、みんなついつい一度はやりがちというかね、モチベを上げるためには、誰もが一度はやったことはあるんじゃないでしょうかって言われる、すごく身近な習慣ですね。気になりますよね。ということで、ぜひ最後までご覧ください。よかったらついでにチャンネル登録もお願いします。それではランキングに行こうと思うんですけど、その前に、やる気の仕組みについてですね。テクニックを知るっていうのも大事なんですけど、その大前提を知るっていうのも大事でして、こういうのを先行オーガナイザーって言うんですけどね。何かを学習するときに、まずは山の全体像というか、頂点とか、入り口はどこかみたいなね、大きな枠を、知ってから、細かいところに行った方が、学習の定着力というか、学習効率が大幅に上がるっていう、学習理論があるんですけど、なので、前提条件ですね、をちょっと確認していこうって感じですね。仕組みを知っとけば、理解が進みやすいよっていうことですね、要は。で、やる気といっても、一口に、2種類あるんですね、やる気の種類っていうのが。1個目が、外発的動機づけ。いわゆる、飴と鞭で動くやる気ですね。報酬があるからやるんだ。やらないと怒られるからやるんだ。快と不快が、原動力になっているやる気ですね。で、2つ目が、内発的動機づけですね。これは、内側、内発的。内側から湧き出てくるやる気ですね。内側にある。感情とか、志とかですね。これも快不快とかあるんですけど、こっちの快っていうのは、楽しい、嬉しい。やってるのが、もう幸せだみたいな感じですね。好きを原動力にしているというか、勝手に内側から湧いてくる原動力、やる気ですね。皆さんどっちかというとこっちが欲しいんじゃないですかね。で、このチャンネルのコンセプトである自己成長とか能力開花に必要なやる気はどっちだと思いますか？それは言わずもがな、内発的動機づけですね。内側から自然に湧いてくるってことで、無理せずにやる気が湧き続けてる状態になりやすいんで、長く続きやすいっていう感じですよね。強制しなくても勝手にやってるみたいなね。で、やる気に関わる前提条件で重要なのがもう一つありまして、それは自己決定理論と言われる、内発的動機づけに関わる研究ですね。やる気とかモチベーション研究の、第一人者と言われている
エドワード・デシという、教授ですね、が提唱した、理論と言われてますね。で、内容というのは、内発的動機、内側から湧いてくる、楽しい、嬉しい、好きみたいなので湧いてくるやる気ですね。が湧く条件っていうのが、3つあるというのが解明されてますね。で、1個目が、自律性ですね。自律性とは何かと言われたら、他者に強制されることなく、自らの意思でやる、決めるってことですね。つまりは自分で選んでる感覚っていうんですね。自分が好きだからやってるんだっていう、そういう感覚ですね。で、内発的動機の2つ目が有能感ですね。有能感っていうのは、簡単に言えば自分ならできるとか、この活動をしているとどんどん自分は成長できる、強くなれる、レベルアップできるですね。成長を実感できるって思えることですね。よく言うじゃないですか。ちっちゃい頃周りから褒められて、すげえ嬉しくて、それにのめり込んで、いつの間にか、プロになって、世界で活躍する第一人者になるみたいなね。トップアスリートとか、トップアーティストとかですね。なんか始まり、きっかけは何ですかっていうインタビュー聞くと、ちっちゃい頃周りから褒められて、それを真に受けてしまってね、みたいな。で、気づいたらどんどんのめり込んで、みたいなね。よく聞く話ですよね。これは、ちっちゃい頃に形成された有能感。自分はできるんだ。これをやってる時はすごい成長を実感できるぞ。成長できてるぞっていう感じる感覚が、そのちっちゃい頃形成された価値観とか思想とかとも強く結びついて、それが、心の習慣になっている。自然にその有能感によるモチベーションが湧き続けてる状態がうまく形成された、いいパターンですね。いや、羨ましいですよね。もうだからもうちっちゃい頃に褒めて育てるって結構大事かもしれないですね。褒めすぎは良くないとも言われるんですけど、子育てというかなんというか、褒める褒めない問題についてはまた別の動画で解説しようと思うので、とりあえずそれを置いといて、内発的動機づけを育むためには、この自分はできるんだ。これをやってると成長できるんだ。強くなれてる実感あるな、みたいな有能感ですね。これは大事だよっていう話ですね。で、内発的動機づけを、発生させる3つ目が、関係性ですね。関係性というのは、誰かとつながっているとか、自分以外の第三者との関わりの中で、形成される、満たされてる感覚ですね。さっき言った、誰かに褒められるっていうのも、この関係性に含まれてて、やっぱり人からのフィードバックっていうのは結構やる気を高めるには重要ってことですよね。その有能感と、今言った関係性、この2つを満たせるんでね。で、この有能感と関係性が満たせて、私はこれをやってる時がすげえ楽しいからどんどんやろうみたいな。これもやろう、これもやろうって自分から選択してって、でどんどん成長していくと、自律性も育まれるんで。やっぱりなんかちっちゃい頃に1個でもいいから、なんかその自分の子供の特技を褒めるっていうのは結構、有効かもしれないですね。その子にとって楽しい、嬉しいっていう感情が湧くっていうのが大前提なんですけどね。ちょっと話は脱線しましたが、続くモチベーション、やる気、あとはどんどん成長していきたいという意欲、自己成長につながるやる気、内発的動機づけですね、を大きくさせる感覚というか、要素が、自律性と有能性と、あとは関係性ですね。この3つは大事だよっていう、そういうやる気に関わる、仕組みのお話でした。で、これから話すワースト4ですね。ワースト4、別目か。あなたのやる気が続かない原因ってのは、あなたの精神が幼いわけでも、根性が足りないわけでもなくて、今言った、やる気の仕組みですね。自律性、有能感、関係性、この3つを、妨げている。避けているというか、邪魔している。今言った内発的動機づけの欲求につながるような活動とか行動とかを、無意識に避けちゃってるかもしれないですね。なので、内発的動機づけを邪魔している習慣とか行動を明らかにして、あなたのやる気が高まる環境を、整備する方法ですね。も合わせて紹介していけると思います。それではお待たせしました。やる気を奪う危険な習慣、ワースト4ですね。ワーストが英語だから4も英語だよな。とりあえず。はい、それではサクサクっといきましょう。ワースト4第4位ですね。やる気を奪う危険な習慣第4位は曖昧な漠然とした目標ですね。これは結構わかりやすいんじゃないですかね。ふわっとした目標を立てる。よしやるぞみたいな。なんか年末年始に立てる目標とか、例えばとにかく英語の成績を上げるみたいなとか、痩せてスリムになるとか、あとはどこか海外旅行に行くとかですね。そういうなんかふわっとした何がとかが決まってないというかね。
数字で測れる指標を決めてないというかね、そういう目標ですね。なんで英語の成績を上げるじゃなくて、英語のテストで90点取れるようになるとか、痩せてスリムになるではなくて、夏までに15キロ痩せるとか、あとはどっか海外旅行に行くではなくて、ゴールデンウィークに軽井沢に行くとかですね。そういう具体的な何がっていうのが、含まれている方が、やる気が湧くっていうことなんですけど、結論を言うとね。で、なぜこのふわっとした目標がやる気の下がる原因になるのか。これは心理学者のロックとレイサムって言われる2人の学者による目標設定理論っていう、研究があるんですけど、この研究内容によると、目標が曖昧だと人は2つの大事な感覚ですねを失うと言われています。1個目は、どれだけ進んだかわからない。で、2つ目が何をすべきかわからないですね。進捗がわからないのと具体的な行動がわからないと人はやる気を失うってことですね。目標を決めてもね、目標を決めた直後はやる気はめっちゃ上がるんですけど、何をどのようにどれぐらい進めるのかっていう具体的な指標ですね。登る山を決めたけどどんな装備をしてってどのルートを通って資金はどれくらいかかるのか、山頂までのルートは、道のりは、距離はとか、かかる時間はとかも一切わからない状態ですね。富士山に登ろうと思ってもその富士山の登り方を全く知らない状態でずっといるみたいな、そんな感じですね。何をすべきかの計画が欠けてることで、いつまでもやろうやろうって言ってるだけで、考えてみたらすごく当たり前のことを言ってるかもしれないですけど、結構こうなってる人って多いんじゃないですかね。自分も昔はちょっとそういうのもあったんですけどね。昔はこう見ても歌手を目指してた時があって、音楽家ですね。今思うとすごい曖昧なままずっと生きてましたね。何をどれくらいできるようになって、どういう活動をして、どこの事務所に入って何を目指すのかみたいなね、そういうのはもう全然一切決めずに、計画を立てずにね、ただ漠然とプロになるみたいなとか思ってて、結局プロになってどうなるかみたいなのがなかったんで、だったら趣味でいいかなっていう感じで、結局現在に至るって感じなんですけど、それを自分の話は置いといて、とりあえず漠然とした目標だけじゃダメで、目標を決めたら計画も同時に一緒に考えなきゃいけないっていう、すごく当たり前のことかもしれないですけど、こういうのがやる気を生み出す上でも重要だよっていう話ですね。で、どれだけ進んだかってのは、その内発的動機付けの仕組みでも話した、有能感に関わることですね。どれだけ成長したか、成長を実感するってのも有能感に含まれるんですけど、それが分かんない状態が長く続くっていう感じですね。漠然とした目標っていうのは。なんでだんだん有能感も失われていくし、で、何をすべきか分からないだと自分で選んで行動するみたいなのも分かんなくなって、自律性も失われていくって感じですね。自律性と有能感が失われていけば、やる気もそれは分かんないよねっていう話ですね。で、この解決策ですね。曖昧な目標がダメなら、だったら具体的な目標を立てればいい。まさにその通りですね。じゃあその具体的な行動というか、目標、計画を立てるにはどうしたらいいかですね。それは、マイクロゴールを作るってことですね。平たく言えば、中間目標ですね。もう全体的な登る山を決めたら、そのチェックポイントを決めていくっていうことですね。とりあえず漠然と英語のテストの成績を上げるではなくて、テストまで1ヶ月、最初の1週間でやるべき範囲を決めて、次の2週間で、自分の得意な内容を、確実に解けるようになって、その3週目で自分の苦手なところ、まだできてないところを徹底的にやって、で、最後の週で、テスト形式の問題をどんどん解きまくる。で、計画を立てていくですね。1週間ごとに区切りをつけるってのは分かりやすいかもしれないですね。1ヶ月先のゴールがあるっていう、前提の話なんですけどね。目標の内容によってはもちろん、期間とかは変わるかもしれないですけど、とにかく言いたいのは、目標を細かく分解して、その区切りをつけるというか、ここからここまではやる。ここからここまでで一段落。ここからここまでで一段落。みたいなね。そのゴールにたどり着けるまでの条件を何個かに分解して、その期間ごとに、1週間なら1週間、10日なら10日、1ヶ月なら1ヶ月、3日なら3日、みたいな感じで、決めた期間内までにその区切りを終わらせるっていうことですね。を決めていく。例えば5つの条件に分解されて、その5つの条件を満たせば目標達成だってなるんであれば、その1個ずつをクリアしていくっていうイメージですね。で、これをやれば何をすべきかっていう、事実性が明確になり、あとは、どこまで進んだかっていう、成長を実感できる有能感ですね。も実感できるので、その2つですね。やる気を保
つ、モチベーションを保つ。やる気とモチベーションは、厳密に言ったら違うんですけど、ここでは、一括りに、やる気ですね。先ほど言った内発的動機づけですね。が湧く。沸かせるにはどうしたらいいか。失わないためにはどうしたらいいかっていう、そんな話ですね。ぜひ、やる気を保つために、この目標を分解する、やることですね。中間目標を決めるですね。で、期間を決めて、そこまでに区切りをつけて、一個ずつやっていく。で、すべての条件をクリアしたら、そのクエストというか、その目標はクリア。みたいな形にすると、やる気が続きやすいっていうことですね。まとめるとね。で、ポイントは、その一個ずつの区切りを、ちゃんとその期限内にクリアできる内容にするってことですね。人間には計画錯誤といって、予想した期間よりも倍以上かかっちゃうみたいな。厳密には倍とかではないんですけど、変動はするんですけど、こんぐらいあればできるだろうっていう計画ですね。が、大幅に狂いやすいっていうのがあるんですけど、バイアスですね。バイアスについてはまた、別の動画で詳しく言うんですけど、とにかくちょっと計画っていうのは、甘く見積もりやすくなるんで、ちょっと緩めに設定するのがコツかもしれないですね。例えば3日あれば終わるだろうと思うなら、その倍の6日に設定するとかですね。で、ちゃんとやればクリアできるっていう課題じゃないと、その内発的動機づけに関わる、有能感ですね。自分がやればできるんだ、成長できてる実感があるぞっていうのが、失われちゃう原因になっちゃうんで、やっぱりちゃんとクリアできる内容にするってのは大事ですね。ぜひマイクロゴール決めてみてください。それでは次行ってみましょう。やる気を奪う危険な習慣、ワースト3ですね。で、第3位は、お金や名声のために頑張るですね。例えば、SNS をする目的がフォロワー数を増やすことだとかですね。とか、あとは、とにかくお金持ちになるみたいなね。とにかく有名になるとかですね。あとは、親や友達から褒められたいとかですね。そういう人からもらうもの、報酬とか、そういうのですね。そういうのをモチベーションにするのは危ないっていうことですね。そこに内発的動機が結びつくならいいんですけど、その外発的動機、褒められる報酬を得るだけが目的になると、モチベーション、やる気は、落ちやすいですよってことですね。なぜダメかっていう科学的根拠ですね。その中でも、ティム・カッサーとリチャード・ライアンと言われる2人の研究は、衝撃的ですね。彼らの研究によると、富とか名声とか、今言った、外発的動機ですね。を行動の理由、目的にして、その外発的動機、報酬とか、承認欲求を満たすことですね。を、追求していった人っていうのは、そうでない人と比べて、不安とか、鬱を感じるレベルが高く、活力とか生きがいですね。そういうのが低いっていう統計データが出てますね。で、その理由っていうのは、もう根本的にあるのは、外発的動機っていうのは、自分でコントロールできないんですよね。つまり、その内発的動機付け、やる気を保つ、3要素ですね。で、話した、自律性、自分で選ぶっていう感覚が、奪われやすいというか、真の満足感、心からの満足感、内発的動機付けに、つながるやる気ですね。が、起きづらいっていうことですね。私を褒めて褒めてって言って、褒められたとしても、それは本当に褒められたことになるのかって感じじゃないですか。自分でコントロールできないっていうのはそういうことですね。この悪習慣に対する解決策なんですけど、簡単ですね。もう、外発的動機をなんとか内発的動機に変換するですね。例えば、先ほど言ったフォロワー数を増やすっていう、外発的動機を、内発的動機に変えるのであれば、自分の SNS 活動を通して、心が救われましたよ、助かりましたよ、問題解決に役立ちましたよっていう、情報ですね、を発信していくっていうのを目的にするとかですね。その人から助かったよっていう、フィードバックをもらうのは、自分ではコントロールできないんですけど、自分で何をするかみたいなね、そういう選択肢というか行動ですね。活動の指針を決めるのは、自分で選んだことなんで、自律性があるじゃないですか。ここで大事なのは自分次第でなんとかなるっていう内容にするってことですね。フォロワー数を増やすは自分では何ともできないじゃないですか。フォローするかしないかはもうその見えない相手次第なんでね。でも自分の知識をノウハウを誰かのために役立てるように発信するっていうのは自分で選べるじゃないですか。そういうことですね。少しでも自分の行
行動、選べる行動に、理由を変えるってことですね。あとは、金持ちになるではなくて、自分の作った商品、コンテンツを価値あるものに振り上げてって世に広めていく。で、金持ちになれるかどうかは、結果次第みたいなね。とにかく自分のできることで今世の中に貢献していくんだ。価値あるものを生み出して、社会に影響を与えていくんだ。みたいなね。それで、ちょっとずつできることが増えてって、フィードバックも増えていけば、フィードバックも自分ではコントロールできないんですけど、で、フィードバックがもらえた時に、その有能性というか、内発的動機付けの、重要な要素の2つ目の有能感ですね、も育つので、そういう理由に変えていくってことですね。あとは内発的動機の、重要な要素である、誰かとつながってる、誰かのつながりを感じる、関係性ですね、も感じられるようになるので、社会に貢献して、人に役立つ、人のサポート、人の悩み解決とかですね、をしていくうちに、そういうつながりも感じられるようになるんで、自律性、有能性、関係性ですね。この3つの欲求を満たせる。つまり、やる気が、内発的動機づけにより、やる気が湧きやすくなるってことですね。注意点というか、ポイントは、誤解しないでほしいのは、富や名声を求めるのは、絶対にダメだっていう、そういう話ではないですね。問題は、捉え方の問題ですね。漠然と自分がコントロールできない、運次第だみたいな、そういうのを目的にしないですね。自分でコントロールできて、自分で選べて、あとは成長も実感できて、あとは人とのつながり、人に感謝されるとか、フィードバックをもらうですね。そういうのにつながる理由にしてほしいっていうことですね。で、その結果として、内発的動機を満たす行動をした結果として、名声とか報酬ですね。が、ついでおまけとしてついてくるような、目標というか、そういう、活動方針というか、そういう目的を作るのが大事だよっていうことですね。ちょっと長くなっちゃったんで、サクサクっといきますね。で、ワースト2位ですね。やる気を奪う危険な習慣ですね。で、第2位は、失敗を自分の才能のせいにするですね。注意してほしいのは、自分のせいにするっていう、自責思考を否定してるわけではなくて、その失敗の原因を才能という自分でコントロールできない、あるかどうかわからない曖昧なもののせいにしないっていうことですね。で、この才能のせいにするっていうことは、自己否定、自分の能力の否定になって、その有能感、やる気に大事な重要な要素でね、有能感を根こそぎ奪う原因になっちゃうので、やる気が下がるですね。やる気がなくなるというより、やる気が下がる原因になるんで、やめましょう。良くないよっていうことですね。失敗した時に、やっぱり自分はダメだとか、自分の能力が低いせいだって思わないことが大事ってことですね。この根拠は、マーティン・セリグマンが提唱した、学習性無力感と、あとは、有名なやればできるっていう本、マインドセットの本ですね。マインドセットっていう言葉を世に広めた、キャロル・ドゥエックの、有名な、固定マインドセットですね。この2つに直結する、危険な思考になるわけですね。学習性無力感とは何かと言われたら、やってもうまくいかない。やっぱりダメだったっていうのを学習してしまって、ちょっと頑張ればできるのに、どうせ無理だしって諦めちゃう。思考の癖が身についちゃうってことですね。失敗するために、やっぱりダメだった、やっぱりダメだった、みたいなのを繰り返していくうちに、やってもうまくいかないってのを学習しちゃうってことですね。悪く言えば、やってもどうせ無駄だっていう負け癖ですね。負け癖思考が、脳にべったり染みついちゃってる状態ですね。が、学習性無力感ですね。で、キャロル・ドゥエックの、固定マインドセットってのは、才能は変えられないものであって、生まれつきなものであって、努力や成長は意味ないって考えちゃう考え方ですね。努力よりも才能を信じちゃうみたいなね、そういうマインドセット、心の基準というか、そういうのが染みついちゃう。この2つに陥っちゃうと非常に危険ですね。やる気どころじゃないですね。もうこの2つの状態に陥っちゃうと、行動意欲っていうのは本当に失われて、もうやる気につながる、有能感ですね。何度も話してる、有能感を完全に壊しちゃう、シャットダウンしちゃう原因になっちゃうので、非常に危険ですね。で、解決策っていうのは、これも簡単ですね。固定マインドセットがダメなら、もう一個の概念で、
成長マインドセットっていうのがあるんですけど、その成長マインドセットに切り替えるですね。簡単に言うと、失敗を能力のせいだっていう、なんか自分でコントロールできないものの原因というか、せいにするんじゃなくて、この方法ではうまくいかなかったという貴重なデータが取れた、一つの情報、経験として捉えるですね。つまり自分はできなかった、ダメなやつだっていう証明を探すんじゃなくて、原因は何だったんだろう、どの行動が悪かったんだろう、どういう状況でどのパターンを選んだから良くなかったんだろうっていうデータの分析に思考を切り替えるですね。つまり誰が悪いじゃなくて何が悪いって考えるってことですね。なので、もうダメだ、自分にはできないではなくて、どうやったら次うまくいくだろうか、どの方法を試そうかって考えるですね。実験だと捉えるですね。何事も、この世の全てを実験とか、トライアンドエラーっていう、素晴らしい言葉があるじゃないですか。もう試してみて、エラーが出て、ダメだったんだなこのやり方はっていう経験を手に入れていく。決して自分を責めないですね。とにかくもうエラーを前提に試しまくるっていう思考をマインドセットというか基本にする。これも昔からいろんな人の格言とかで言われてきたことですよね。今も昔も言われ続けてる言葉、人の思考に残り続ける言葉っていうのはやっぱり説得力ありますよね。失敗は成功の母みたいなね、格言もあるぐらいですからね。まとめると、何か失敗したり間違いがあったり良くない結果が起こった時に、誰が悪いで責めるんじゃなくて、何が悪い、何が問題、次どうすればいい、何を試せばいい、トライアンドエラーの思考を持って、物事の改善に挑むですねっていう姿勢を身につけるってことですね。ぜひこのトライアンドエラーの精神ですねをくじけそうな時は思い出してみてください。で、お待たせしました。ちょっとサクサクっといくつもりだったんですけど、ちょっと長くなっちゃいましたね。でも、はい、行きましょう。やる気を奪う危険な習慣、ワースト4、堂々の第1位ですね。それは何だと思いますか？そう、これはもう誰もが一度はやったことがあるんじゃないですかね。それは、ご褒美を決めるですね。ご褒美ってやる気を出すためにあるもんじゃないのみたいな思ったかもしれないですね。このご褒美があるから頑張れるみたいなね。例えばこれが終わったら美味しい甘いものを買って食べようとか、テストでいい点が取れたら欲しいものを買おうとかですね。そういうご褒美がやる気を奪う原因になりますよっていうことですね。で、今までの話を聞いてたらピンとくる方もいると思いますけど、ご褒美ってのは外発的動機づけ、報酬に当てはまるから、やる気を奪うんじゃないかと思うかもしれないですけど、実はそれだけじゃないんですよね。このご褒美を決めるってのが危険な理由ですね。結論言えばこのご褒美っていうのが最強のやる気のモチベーションの核になる、内発的動機を破壊すると研究結果で出ているわけですね。つまりは本来内発的動機でやってて楽しい、嬉しい、成長を実感できる、もっとやりたいで自然に思えてた活動にご褒美を設定しちゃうと、その内発的動機づけで湧いたやる気を根こそぎ奪っちゃうっていうことですね。いやー、怖いですね。やる気の研究の、世界的な第一人者と言われている、心理学者の、エドワード・デシの研究によると、もともとパズルが楽しいと感じてて、趣味で、自分から自発的にどんどん、やっていた、好きでやっていた、学生を集めて、2つのグループに分けました。で、A グループには、このパズルが解けたら報酬をあげるよと伝えたのに対して、もう一つの B グループには何も伝えなかったわけですね。で、そのパズルを一通りやりました。で、A グループにはできた子にはちゃんと報酬をあげたりして、とにかくご褒美を設定したわけですね。で、B は何もしなくて、で、その実験の後に自由時間を設けて、このパズルゲームもうテスト終わったから自由に遊んでいいよって伝えたんですね。で、面白いことにその A グループと B グループ、報酬を約束された A グループですね。というのは自由時間にそのパズルを遊ぶ時間っていうのが劇的に減少したわけですね。で、B グループは変わらずにそのパズルを遊び続けたっていうのがありますね。つまりこのご褒美を設定されたグループはこのパズルをやめるのが早かった。B グループよりも早かったってことですね。で、この効果、この実験から分かった効果っていうのが過剰正当化効果と言われてますね。これはどういうことかと言われたら、報酬を
設定された瞬間に、脳ってのは楽しいからやっているっていう、自律性ですねを理由にやっていたのが報酬のためにやっているっていう、その外発的な、自律の反対は統制っていうんですけどね、統制された動き、何かにコントロールされるってことですね。自分じゃない誰かにコントロールされているっていう、理由に、無意識にすり替わっちゃうっていう。で、自分からやりたいっていう自律性が失われちゃうので、その自律性が失われちゃうと、何でもただの労働になってしまうってことですね。遊びでやってたのがいつの間にかただの作業になっちゃうってことですね。これがやる気を奪われるメカニズムですね。要はご褒美を設定すると自律性が失われるよっていうことですね。で、この解決策ですね。解決策は簡単ですね。そのご褒美を目的から外すってことですね。なんでつまりはご褒美あげるからやってではなくて、やった結果のサプライズとしてご褒美をあげるとか、よし頑張ったからこれあげるみたいな形にするってことですね。で、渡す時も頑張ったご褒美にみたいな言い方をするですね。努力したから、あなたが成長したからこれはもらえるんだよっていう形にするってことですね。ご褒美をただの報酬ではなくて、つまり頑張ったでしょう、あなたの成長した証ですよっていうことで渡すってことですね。そうすることで、自律性とはまた別の、有能性ですねを刺激する。で、またやる気を上げるってことですね。で、ここで聞いてた中の人ではと思った人もいるかもしれないんですけど、一個の問題というか、明性は外発的動機づけで、内発的動機づけに、関係性っていうのがあるんですけど、人からのフィードバックをもらうですね。そういうのも自分でコントロールできないから外発的動機なんじゃないかと思うかもしれないですけど、受け身であるか自分から進んで関わるか、その違いですね。これも捉え方、言葉のニュアンスになるんですけど、ベクトルですね。意識のベクトルの違いですね。外から来るのを待ってるのであれば、その外発的動機になるし、自分から求めに行くというか、自分から関係性を持とうとするっていう、自律的な、意識ですね。で、その人からの評価をもらう。一緒じゃんって思うかもしれないですけど、ちょっと微妙な違いなんですよね。人からの称賛を待っているか、自分から評価を求めるか、フィードバックをもらいに行くか、この違いですね。一緒っちゃ一緒なんですけど、ニュアンスですね。伝え方難しいですね。関係性、人とのつながりが感じられるっていうのが、関係性なので、不特定多数の誰かからの称賛とか褒め言葉じゃなくて、自分と近しい人、自分からフィードバックをもらいに行くってことは、ある程度関係性が築かれてるってことじゃないですか。その関係性を感じられる。師匠に褒めてもらうとかですね。そういうのは外発的動機ではないですね。内発的動機につながりますね。師匠とか尊敬する人とか、先生に褒めてもらうですね。そしてですね、ご褒美に関する補足ですね。この話を聞いてる人の中には、退屈な仕事とか作業ってのは、ご褒美があるから頑張れるんだ、みたいな。ちょっとこれめんどくさい辛いけど、この報酬が手に入るから、我慢してやってるんだ。報酬があるから頑張れるんだっていう人もいると思います。とりあえず就職して、大してやりがいの感じない仕事でも、毎日出勤できるのは、給料をもらうためとか、あとはそれがないと生活できないから、みたいなね。そういう外的な理由、外発的動機ですね。のみでなんとか頑張ってる人もいるかもしれないですけど。このテーマにおける大事なポイントっていうのは、ご褒美に頼らなきゃ乗り切れない辛いことっていうのもわかるんですけど、もうやりたくないことを耐えるんだっていう考えではなくて、もうそのやりたくないことを、どうしてもやらなきゃいけないことをどうやったら自分の選択にできるか、自律性を持って取り組めるか、そこを工夫するのが大事ですね。そのやりたくない仕事だけどどうしてもやらなきゃいけない仕事を乗り切るための、テクニック、最善なテクニックではマイクロオートノミーっていう、概念が、有効ですね。マイクロオートノミーとは、日本語に直すと、繊細な自律性って書くんですけど、先ほど挙げたやる気の研究の第一人者であるエドワード・デシーらの研究によると、たとえ、やりたくない仕事を強制された仕事を、外発的動機づけで何とかやっていけるような仕事でも、
その実行方法、達成方法において、そのどういうやり方をして達成するか、やりくりするか、やり遂げるかっていうその方法を、自分で決めて、自分で計画して、自分でやり遂げるっていう、自律性ですね。内発的動機づけの大きな、要素の一つである、自律性ですね。を持たせることで、やる気が継続されるっていう研究結果がありますね。いつやるか、どうやるか、どのようにやるか、みたいな細かいルール、実行ルールは自分で決める。自分ルールですね。自分の計画。人から言われたこととか、ネットで書いてあることを鵜呑みにするんじゃなくて、自分なりの自分にやりやすいやり方でカスタマイズする。みたいなね。本では炭水化物丸ごと抜いた方がいいって言ってるけど、自分には絶対できないから、米だけは、栄養価の高い米だけは一食だけでも食べていいルールにしようみたいなね。そういうことで、自分ができそうな、モチベーションには有用感、自分ならできるっていう感覚、自分は成長してるっていう感覚が必要だって言ったんですけど、米は食べちゃったけど、でも小麦は我慢できたみたいな、その、米を食べちゃったじゃなくて、小麦を我慢できたっていう、できたの方にフォーカスできれば、そこで、内発的動機づけの重要な要素である、有用感を育つんで、モチベーションが続くってことですね。なので、ほんの小さくてもいいので、自分で決めて、自分でやって、自分でできたと評価できるみたいなね。人からの評価とかフィードバックがもらえたら、なおいいんだけど、自分一人で頑張るしかないみたいな状況の時もあると思うんで、そういう人は、自分ルールを決めてやってみるっていうのは、おすすめですね。で、本日のまとめですね。何度も言いますけど、やる気っていうのは根性論とか一切必要ないですね。やる気とかモチベーションっていうのは、環境とか目標への捉え方とかで、湧き起こすことができる、テクニックの一つなんですよね。で、あなたの努力が継続するかどうかっていうのは、今日話した4つのやる気を奪う習慣をうまいことを避けて、内発的動機づけをいかにして生み出せるか、これにつきますね。で、内発的動機づけの3要素は自律性、自分で選ぶということ、有能性、私はやればできる、これをしたことで成長できるっていう感覚で、3つ目が関係性ですね。他者から適切なフィードバックをもらうとかですね。この3要素が大事だよっていうことですね。で、今日の内容を振り返ると、やる気を奪う危険な習慣の第4位は曖昧すぎる目標設定ですね。自律性と有能性、有能感ですねを感じさせないような目標になっていないか。で、第3位がお金や名声という、自分でコントロールできない外発的動機を行動の目的にしちゃっている。外発的動機付けを内発的動機付けに変えるのが大事で、変える方法が、お金とか名声ではなく、自分の成長とか、あとは自分のできることを自分の選び取った道で誰かに貢献するとかですね。誰かに喜んでもらう、誰かを助けるとかですね。自分ができる、自分が成長できる、積み上げたっていう感覚が持てるかどうか、積み上げていくってのは目的にするですね。で、ワースト2が、失敗の原因を自分の能力のせいにする。私はなんてダメなんだって思うことですね。そうではなくて、なんで失敗したんだろう、どの状況が悪かったんだろう、どの方法を試せばいいだろう、次は何をしよう、みたいなね。誰がではなくて、何が悪いか考えて、どうやったら改善できるかを考えていくですね。自分自身っていう変えられないものではなくて、やり方とか方法とか技術とか知識とか努力すれば自分でコントロールというか変えることができるものに焦点を当てる。で、やる気を奪う危険な習慣のワースト1位が、ご褒美を設定するというよりご褒美のために頑張るっていう習慣ですね。ご褒美が設定された瞬間に自分がやりたくてやってるっていう感覚からご褒美を得るためにやるみたいな、誰かにコントロールされてる感覚に無意識に切り替わっちゃって、内発的動機づけ、好きで楽しくて面白くて自分からやりたいと思ってやってるっていうやる気ですねがどんどん失われていく、危険な習慣ですよっていうことですね。今日の話をざっくり大きくまとめると、やる気は出すな、やる気を出すんではなくてやる目的を自分で決めろ、自分で選択しろっていうことですね。で、自分で選ぶ理由は自分の成長のために、このチャンネルのコンセプトと一緒ですね。自己成長を求めろってことですね。
ね。自己成長を求めるっていうのはやっぱりモチベーションで最強かもしれないですね。成長意欲、自分をより良い状態にしたいっていうのは人間に限らず、あらゆる生物で、見られる傾向ですよね。その自己成長っていうのも基本的な欲求、三大欲求に負けないぐらい強い欲求だと私は思いますね。なのでもう最強のモチベーションは自己成長を求めるですね。この一言でこの動画は丸く収まるかもしれないですね。長々とちょっと4つ喋ったんですけど、自己成長を求めることで、自分から自分に合った成長方法を探す。自分に合った選択を選ぶ自律性と、あとは有能性ですね。どんどんやればやるほどできていく自分を見ることで、成長を実感できる。成長を実感できることに、やる気を、内発的動機ですね。内側から湧き出る、好き、楽しい、やりたいっていうやる気ですね。の大きな源になるんで。やっぱ自己成長を求めるってのを理由にするのは、もう最強ですね。はい、何回も言ってますけど。はい、さていかがだったでしょうか。このようにこのチャンネルでは、脳科学や心理学、あとはマインド改善法を通して、自分の能力開花とか、自己成長につながる、自己実現につながるノウハウを発信しております。今回の動画が参考になったな、面白かったなっていう人は、ぜひコメントと、あとグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。関連動画は何にしましょうかね。自分はやればできるっていう、有能性、有能感っていう言葉が頻繁に出てきたので、それに似たような言葉ですね。自己効力感について、コメント欄に URL 貼っておきたいと思います。自己効力感っていうのは、一言で言ったら、自分ならやればできるっていう感覚ですね。自分への能力の信頼ですね。それが高まる仕組みと、あと習慣ですね、について話した内容があるんで、もし興味があったらそちらもご覧ください。ということで、最後までご視聴くださりありがとうございました。よかったらまた次の動画でお会いできることを、心の底から願っております。このチャンネルはあなたの成長を応援しております。てなわけで、マインドオーガナイザーのクーでした。またね。